今回は島キャンプに向かってます。名古屋から新幹線と在来線で3時間、香川県の猫の島小木島に向かいます。お知らせもあるので旅気分を味わいながらぜひ最後まで見てください。岡山です。高松行きに乗り換えます。あ、よかった、チャージある。8番乗り場の高松行きに向かいます。マリンライナー、結構降りるね、人。めっちゃ降りるね。オッケー。チビーちゃんと合流しました。今から高松を目指します。思ったより都会だね。高松だな、めっちゃ高松舐めすぎてた。なんか都会じゃんって思った。高松到着。お、目の前に高松讃岐うどん駅。うどん食べたいって書いてる。ボタン押すけ？失礼。ありがとう。うどん県讃岐うどん駅。今から高松港に向かってフェリーに乗ります。道間違えてて全然違う方向行ってた。危なかった。ここから高松港の連絡通路に行きます。今道に迷子になってちょっと時間に間に合うかわかんない。焦る。あ、輸着ターミナル小木島。小木島フェリー12時は12時のは3、4番乗り場の方だ。じゃあ右だ。右だね。危なかったね。あっち行くとあれだ、小豆島の方だ。今回は猫ちゃんのいる島の小木島に向かってるんですけど、フェリー無事間に合うかちょっと心配。暑い。切符売り場に到着。よかった、間に合いそう。まずはチケット買います。切符ゲットだぜ。フェリーに乗ります。楽しみ。高松メギ小木、久々のフェリーです。一番前の方に来ました。外です。今から40分ぐらいフェリーに乗ります。風が結構来て意外と寒いわ。よし、出発します。先頭に来てたのに U ターンされて一番後ろになっちゃった。悲しいね。え、高松都会だね。また明日ね。バイバイ。今フェリーが動いて一旦は女木島に向かった後に小木島に向かいます。思ったよりゆっくり進んでて揺れもなくてね、過ごしやすいです。あれかな、女木島。高松がだいぶ遠くなってきた。ゆっくりだけど風はかなり吹いてます。女木島に到着。カモメのアートがいっぱいある。もうそろそろ小木島に着きます。お願いします。カリナです。ありがとうございます。小木島に到着。中ハートが書いてある。不思議なモニュメントがある。猫ちゃんいなくない？今日のお目当ての本命の猫様はどこ？トイレの番人かな。こんにちは。あー、かわいい。結構プクプクだね。鳥居をくぐって今からキャンプ場まで歩くんですが、一旦ねカフェに行ってランチをしてから向かいます。
結構急だね。登山の練習。結構辛いわ。一瞬のところにお花が咲いてる。登山の時はもうちょっと荷物減らさないと無理だわ。重い。今日でも10キロぐらいなのにな。あったあった。夕日と猫の家。一旦カフェで休みます。着いたばっかなのに。猫ちゃん。かわいい。クロッチ。すごい猫ちゃんがお出迎えしてくれた。こんにちは。かわいい。ご挨拶。じゃあ猫ちゃんに誘われてお店に入ります。し出したら来るかね、ジュール出したら来てくれるかな。猫ではなくてイノシシしかおらんと思います。イノシシか。あ、ご飯食べに来てる。もう休憩に入ります。レモンいただきます。フェリーでおにぎり食べればよかったな。食べてなかったの？そう、食べてない。生き返る。生き返る。一気に涼しくなった。ね、これであと30分歩く。なんか旅に来たって感じ。ね。すごい旅行気分。あの建物があんな小さいってことは結構登ったね。うん。意外と坂だったね。なんか電車乗り継いでさ、フェリー乗って、あと新幹線か。だけどなんか飛行機乗ってきたぐらいの旅感ない？島はやっぱちょっといいね。ごちそうさまでした。ペロッとかき氷食べちゃった。ちょいこっちか。あら、こんにちは。私の股下でくつろいでらっしゃるわ。僕も欲しいのに。さっき1本食べたからさ。キャンプ場に向かいます。坂がね、多い、本当に。さすが島。ちょっと旅行に来た感強めな景色で楽しい。小木島灯台へ 1.3 キロ。あと 1.3 キロ頑張って歩きます。小木島灯台まで1000メートル。喜びも悲しみも1000メートル。小木島灯台まで500メートル。行くは660歩。戻るは1715歩。2、3、4、5、6、7、8、9、10。灯台いた。海。完全に海。着きました。灯台。じゃあお邪魔します。灯台。これトイレだね。灯台は登ったりはできないみたい。ここ何？灯台資料館だ。あ、自販機あるね。あ、お水もあるじゃん。よかったよかった。めっちゃ海。今日はね、この辺にテントを張ろうと思います。今日さ、この付属の非力のペグしかなくて、サンドペグ持ってこればよかった。砂浜きつ。風の向きがね、こっちからだったんで、もうテントをね、こういう向きで立てることにしました。しょうがない。サンドペグが欲しい。
なんとかテントも立ってきました。あ、よかった。意外とね、風がある。ここを突っ張らせて、今日ね、サンドペグ持ってきてないから、これだけだともういつ飛ぶかわからないので、石を乗せてテントを固定します。そこもここもここもそっちも全部ね、石で固定しました。まあ、これならね、大丈夫でしょ。なんとかいいね。目の前にね、海が見えて、あー、見晴らしがいい。登山に向けてモンベルの50リットルのリュックをね買ったので、今回それでやってきたんですけど、もう結構砂肌で汚れちゃった。まあいっか。中の準備をしてきます。今回ね、軽量化のためにサーマレストのエアーマットを持ってきました。で、今はね、暑くて組み立てる気しないので置いとくだけ。キャンプ動画としては本当はここからなんだけど、もう私的にはちょっともう旅気分をすごい楽しんだから、今からね、もうお菓子作って、ちょっとおやつタイム、コーヒーとおやつ楽しんで、もうダラダラと過ごそうと思います。今日は久しぶりにベルクロートのテーブル。ワークマンのテーブルの方がコンパクトなんだけど、軽いのはね、断然こっちなので、長距離を歩くトコキャンの時はね、こういうかさばるのも考えたけど、やっぱ軽い方優先かなと思って、こっちのテーブルにしました。だいぶ使い込まれてる汚さ。よし。おやつ作ろう。今日もライチョウ飯盒です。これね、ライチョウ飯盒自体はそんなすごい軽いわけでもないんだけど、蒸したり同時調理できるっていうのがすごい気に入ったので。あとね、メスティンよく使ってたから、こういうメスティンのね、道具がすごいパッキングじゃなくて、スタッキングしやすいので、ライチョウ飯盒をまた持ってきました。おやつをね、作ろうと思って。デザートに、プリンを作ります。問題は、ここに来るまでに4時間5時間かかってるから、保冷剤入れたんだけど、卵と牛乳が腐ってないことを祈る。今ね、6月頭だけど、とはいえね、もう結構暑くなってきてるから昼間。OK。卵めっちゃ冷たい。よかった。多分傷んでなさそう。卵、牛乳。牛乳は半分ぐらいかな。こんなもんかな。全部ね、缶で作るから、どんな料理が出来上がるか正直わかんないんだよね。で、砂糖。混ぜる。ちょっと牛乳多かったかな。あ、こぼした。まいっか。卵だけ先に溶けばよかったかな。なんか牛乳と混ぜたらうまく混ざんなかった。まあ大丈夫でしょう。黒いの入ってるけど、何事？なんか異物混入しちゃった。蒸すので、ここにお水を入れます。水道水で全然いいんだけど、私はこの後このお湯使ってコーヒーにするので、飲み水で作ります。よし。蓋をして。うわ、最悪。うわ、最悪、マジ？ちょっと泣いちゃうかも。水とプリンの液体混ざっちゃったかな？なんかそのままの気もするよね。ちょっと薄くなってるかもだけど。いや、もう、火かけちゃおう。テーブルが砂浜に埋まっちゃったんだ、さっき。なので、ここで、ちゃんとプリンになるかな？15分経ったので、
できたかな。うわー、開けるの怖すぎる。オープン。一部固まったけど、ダメだな、これゴミ作っただけだ。プリンはいつかリベンジします。ちょっとここゴミ捨てられないから、ティッシュに吸わせて頑張って持って帰ります。もう嫌になっちゃう。まるみ、巨大なゴミ作っただけになっちゃったわ。ショック。水もだいぶ無駄にしちゃったし、また買い直さなきゃ。なんかすごい近くに船が来た。なんだろう。オッケー。風防をね、持ってくればよかった。なかなかね、沸騰しなさそう。海沿いはやっぱり風がありますね。ここに上に乗せてんの怖い。おろそう。熱い。さっき落としたのが本当にトラウマ。夜のおつまみをおやつにします。焼きプリン食べたかったのにな。ショック。いただきます。おいしいおいしい。徒歩キャンプってどうしてもやりたいこと全部詰め込むと荷物がすごい重くなっちゃうから、コーヒーね、普段は豆でひいて飲む派だけど、インスタントにしたからこそ、おやつはね、美味しいプリン作ろうと思ったのに、このおやつが十分美味しくてよかった。ごちそうさまでした。ちょっとだけ固まってプリンっぽいとこある。食べてみよう。めっちゃ味プリンじゃん。いやでもダメだ。水分が多すぎるな。なんか、ダメだ。生感がやばい。おとなしく捨てよう。味は美味しいのになんか気持ち悪い。生卵丸飲みしてる気分。気持ち悪い。個体はできるだけすくって。残りはティッシュペーパーに含ませて捨てます。気になるのが向こう側に洞窟があるからちょっと見に行こう。人一人寝れるぐらいの大きさはあるかな。怖くて寝れないけど。あそこにもね、なんか入れそうな隙間があるんだけど、行くまでのこの道に船虫かな、大量にいすぎてちょっと行くのが怖い。でもすごいね、景色がめちゃくちゃ素敵。飯盒が悲惨なことになっちゃったけど、このね景色を見てたらあんなちっぽけなことはいいかなと思いました。すごいね、癒されるし、すごい心地がいいです。薪は売ってないから、こういう流木を拾って焚き火します。なんかこれ強そう。流木はね、めちゃくちゃいろんなところに落ちてる。なんかこういうのも島キャンプって感じ。どれ拾おうかな。なんか竹っぽいのも結構入ってるな。お宝ゾーン発見。めっちゃ薪になるじゃん、この辺。今ね、夕方の5時半ぐらいで、おやつも食べたし、薪も拾ったし、ちょっとね、休憩で
軽く30分ぐらい仮眠を取ろうと思います。今回、徒歩キャンっていうより旅キャンっていう感じで、来るまでに綺麗な海を見えたりとか、猫ちゃんに会ったり、かき氷食べたり、あと30分ね、黙々と歩いて大変だったけど、なんかめちゃくちゃ楽しかったし、でキャンプ場着いてからは、まったりしようって思ったんだけど、なんかプリン失敗したりただね、景色が本当に良くて、キャンプ始めたての時はもうキャンプできれば正直どこでも楽しいだったんだけど、やっぱり慣れてくると、もちろんキャンプは楽しいんだけど、やっぱこういう自然とより向き合える場所ってすごいいいなと思いました。ただ無人のねキャンプ場だし、無料のキャンプ場だし、女性のねソロキャンプここに来るのはね、正直おすすめしないですね。今回はチビーちゃんと一緒に来て、コラボっていうよりソログルって感じで、もうそれぞれ好きに楽しんでるんですけど、それでもね正直やっぱりちょっと夜は怖いなと思ってます。なのでグループとか、夫婦とかカップルとかファミリーとかという感じで、安全面をね気をつけて来た方がいいと思いました。島にはね猫もいて楽しいし、キャンプ場は平日だからかわかんないけど結構穴場な感じがするんだけど、やっぱりね無料の無人のキャンプ場だからちょっとビビってます。ということでビビりながら過ごす様子は後編をぜひ見てください。では最後までご視聴ありがとうございました。後編でお会いしましょう。バイバーイ。丸みのキャンプと車中泊オリジナルグッズを数量限定で発売しました。詳しくは概要欄を見てね。次回の動画はイノシシしかいないと聞いていたキャンプ場で猫と出会う、島の人曰くとってもレアな体験だそうです。ぜひ見てね。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。